世界のジャパンチャンネルへようこそ。政治的な問題や歴史的な問題など気に食わないものがあると日本に抗議をする韓国。日本の子どもたちの教育に必要なものにまでその内容が改定されるたびに抗議を繰り返してきました。もはや恒例行事と化していますが、少し風向きが変わっていたようです。今回は次期政権が関係改善に意気込む中、日本の教科書検定に抗議する韓国に関する話題と、それに対する韓国の人々の反応をご紹介します。2022年3月、文部科学省が翌年の高校2年生、3年生で使用される教科書の検定結果を発表しました。その中で、朝鮮人強制連行や強制徴用などの表現が削除されたことに韓国が反発しているというのです。具体的には、日本に連行され炭鉱や工場などで労働を強制されたとの記述が、検定後には徴用され工場などで仕事させられたに修正。また1942年に韓の斡旋による強制連行が始まったという文章が強制連行から動員に変わりました。これに関して韓国外交部は、自国中心の歴史観に基づき歴史的事実を歪曲する高校教科書の検定を通過させたとして抗議声明を発表。さらにイ・サンヨルアジア太平洋局長が在韓日本大使館の熊谷直樹総括公使を呼び出し抗議までしたというのです。韓国メディアもこぞって取り上げ、日本の教科書を見てこれは見逃せない、なぜこんなことを、慰安婦被害者の人格を侵害した日本教科書の記述、日本学生の誤った価値観を憂慮するなどなど、日本に対して正しい歴史観を定めるよう教科書の歪曲を直ちに是正するようにこぞって抗議していました。当然ですが、日本としてはこのような抗議は受け入れられません。松野官房長官は、竹島問題と旧朝鮮半島出身労働者問題及び慰安婦問題などについて韓国側から抗議がありましたが、日本の一貫した立場に基づき、今回の抗議は受け入れられない旨反論をいたしましたと述べ、韓国の抗議を拒否。また、我が国の将来を担う子どもたちが自国の領土や歴史について正しく理解することは主権国家における公教育で当然のことだとも主張。今回合格した地理探究、政治経済の全教科書で、韓国が不法占拠する竹島について固有の領土と表記されています。韓国側からのこうした抗議は、歴史に関する教科書検定があるたび、外交白書や防衛白書の中に竹島が明記されているたびに行われている、もはや慣例のようなものですが、今回は少し様子が違っています。それは反日のムン政権から日本との関係改善を目指すユン政権へ政権交代したこと。実は日本の教科書検定の結果が発表される前日の2022年3月28日にユン氏は日本の大使と面会し、日韓関係には解決の難しい問題もあるが、誠実さを持ち互いに疎通して対話をすれば難しい問題ではないと考えていると、日韓関係の改善を強調したばかりでした。大統領選挙期間中も、大統領になれば直ちに韓日関係改善に取り組むと明言してきたユン氏からすれば、手鼻をくじかれたようなものだったでしょう。日本に抗議したのは反日のムン政権の外交部だったため、当時次期大統領の立場だったユン氏に韓国メディアもこぞってこの問題を問いただしました。ユン氏側は当初、まだ当選人の立場なので、個別的な外交事案について立場を表明するのは不適切とコメントを控えていましたが、当時の与党である共に民主党が歴史歪曲問題に沈黙しているとしてユン氏を非難し、韓国メディアも騒ぎに騒いだため、結局は今後もいかなる歴史歪曲に対し断固として対処するとのコメントを出しました。
日本との関係立て直しを図るユン氏にとって反日世論を政治的に利用してきた勢力が早くも足を引っ張る形となってしまいました。それにしても発言を控えていた時からたった数日で断固として対処といったコメントを出すところを見ると、ユン氏も歴代の大統領のように反日メッセージを叫ぶようになるのではと思わずにはいられませんね。さて、この日本の教科書検定からの一連のニュースに対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。ユン大統領になった途端、日本はもっと調子に乗ってくるんだろうね。嘘を教えられる日本の子供たち、嘘つきとして生きていくなんて悲劇だ。ユンは日本人なんでしょ？彼に何を言っても無駄です。自国の歴史認識を他国に強要する日本の態度は、それだけで私たちにとって障害だよ。中国が1000年の敵なら日本は万年の敵、そして1億年後も敵になることが確定した。日本にすり寄るユンが5年間も大統領をすると考えるだけで吐き気がする。これはもう5年以内に独島が日本領になってるかも、ユン政権が売り飛ばすかもしれない。心配しなくても自分たちの間違いに気づけないなら時代から取り残されるだけだよ。以上が韓国の人々の反応でした。日本国内では慣例のようになっている韓国からの抗議のため、拒否という形であっさりとこの話は終わっていますが、韓国内では政権交代直前のタイミングもあり、反日派が騒ぎ立てる口実となってしまったようです。就任前に先行き不安となったユン政権ですが、政権を担うようになった2023年3月になって、日本との関係改善の大きな一歩になりうるある解決策を公式に発表しました。日韓の間で最大の懸案となっている元徴用工賠償判決問題。戦時中、労働力不足のために朝鮮半島から日本の工場や炭鉱などに動員された人々、いわゆる元徴用工の人々が労働を強要されたとして雇用していた企業に賠償を求めた裁判で、2018年、韓国の大法院が日本企業に対して元徴用工へ賠償金の支払いを命じる判決を出したことが日韓関係の悪化の大きな原因でした。しかし、この問題は1965年、日本と韓国が国交を正常化した際に締結された日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決され、いかなる主張もすることができないと明記されているのです。すでに解決済みだった問題を韓国が蒸し返したのですね。当然、日本としては解決済みのため、この判決に応じず、以降、両国の関係は冷え切ったまま。しかし、ユン政権の誕生で事態が大きく動き出しました。2023年3月6日に発表された解決案は、民間企業が拠出した財団基金が最高裁で勝訴した原告側への賠償金を肩代わりして支給するというもの。被告である日本企業に賠償金の支払いは請求せず、第三者である日程強制動員被害者支援団体が元徴用工やその遺族に賠償金相当額を支給する第三者弁済方式を打ち出したのです。もともと解決済みの問題に対する不当な賠償金請求なので、肩代わりというのもおかしな表現ですが、基本的には解決済みとする日本政府の主張に沿ったもので、日本企業からの賠償金支払いがないという点において、韓国側が大きく妥協した形となった解決策です。これに対し、日本の岸田首相は、歴代内閣の歴史認識を今後も継承すると声明を発表。アメリカのバイデン大統領も、アメリカの最も近い両同盟国で、
画期的な協力とパートナーシップへの新たなページを開いたと、韓国の解決策を評価する声明を出しました。このままユン政権の思い描いたように進めば、日韓関係の改善が一気に現実味を帯びてきます。しかし、この案は韓国内から強い批判を受けています。国会で過半数の議席を占める反日派の共に民主党は決死反対を叫び、外交史最大の恥辱であり汚点、一体この政府はどの国の政府なのかなど、政府の解決案を強く批判。原告である元徴用工たちの反発も強く、今回の決定を糾弾する会見を開いて抗議集会を行っています。このような韓国の世論を見ていると、元慰安婦問題での韓国側のちゃぶ台返しが頭をよぎります。2015年に元慰安婦問題について最終的かつ不可逆的な解決としたのに、韓国世論の強い批判を浴び、政権交代によって事実上の白紙撤回された例があるだけに、今回も韓国内の反発が強すぎると再び保護になるのではとの懸念は当然と言えます。ただ、ユン政権にとっても強い反発があることを覚悟の上で打ち出した今回の解決策。それは北朝鮮の脅威が高まる中で日韓関係を修復させることは韓国にとって必要不可欠だからです。また、バイデン大統領がいち早く評価する旨のコメントを出したことからも、中国や北朝鮮の脅威に対処するため、日米間の協力を強化したい思惑がうかがえます。反日を叫ぶ野党や市民団体がある一方、特に若者を中心に世論が変わりつつあるとも言われており、世界情勢が不安定になる中、過去にとらわれず未来を見据えて日韓関係を見直すべきだとの考えが着実に増えているといいます。ユン政権としては以前よりも反日感情が薄れてきている今、何としても解決しておきたいのでしょう。元徴用工について日本は解決済みの立場を絶対に崩しませんし、実際に解決した問題です。韓国国内の問題に未だに付き合わされている状況ですが、果たして今回の解決策で日韓関係は大きく動き出すのか、それとも今までのように再びなかったことになるのか、今後の韓国政府の動きが注目されます。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはミナがお送りいたしました。